太陽系最大の惑星、木星。圧倒的な大きさと美しさ、そして多くの謎を秘めていることから、かなり人気のある惑星だよね。今回は、恐ろしくも魅力的な木星の神秘に迫っていくね。木星は、太陽系最大の惑星、地球の約11倍の直径で、質量はなんと地球の318倍、太陽系全体の質量の約 2% を占めているよ。その大きさは、地球が木星の中に1300個も収まってしまうほど。木星の内部は、水素とヘリウムが主な成分。中心部には岩石の核があると考えられているけど、その詳細はまだ分かっていないんだよね。踏んだり着陸したりするための固体表面がないガス惑星で、熱い大気と極端な圧力、そして強い放射線によって、人間はとてもじゃないけど立ち入ることができないんだ。木星の大気は、主に水素とヘリウムで構成されていて、軽視太陽系星雲ガスを取り込んで形成されたと言われているの。有名な大赤斑と呼ばれる図は、地球の数個分もの大きさの巨大で激しい嵐、数百年にわたって存在し続けているの。この目のような嵐の深さはなんと約 500km。巨大ガス惑星だからこそのスケール感だよね。木星の磁場は非常に強く、オーロラも観測されていて、地球の100倍明るいと言われているよ。とても神秘的なんだよ。木星には、現在80個以上の衛星が発見されていて、中でも、イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストと呼ばれるガリレオ衛星が特に有名だよね。イオは、活発な火山活動があり、エウロパは、地下に液体の海がある可能性が指摘されているし、ガニメデは、太陽系最大の衛星で、水星よりも大きく、表面はクレーターだらけ、内部には液体の海があると考えられているよ。カリストもクレーターだらけなんだけど、他のガリレオ衛星と比較して地質活動が非常に少なく、表面に大きな変化が見られないことから、死んだ衛星と呼ばれることもあるんだって。木星と地球の関係。木星は、地球にとってなくてはならない存在。太陽系が作られるとき、早くに誕生していた木星が太陽系内の様々な物質をかき混ぜた結果、地球や火星のような岩石惑星が太陽の近い位置に形成されたと言われているし、現在はその巨大な重力によって、水星や小惑星が地球に衝突するのを防いでいる。地球の盾のような役割を果たしているの。それを目の当たりにする。天文学史に残る出来事が1994年に起こったんだよね。シューメーカー・レピー第9彗星は、1993年にシューメーカー夫妻とレピー氏によって発見された彗星で、発見後、木星への衝突コースに乗っていることが分かったの。1994年7月、この彗星は20個以上の破片に分裂し、数日間にわたって次々と木星に衝突。この衝突は、地球から観測できる天体ショーとして世界中で注目を集め、太陽系天体同士の衝突という極めて珍しい現象を人類は初めて目撃することに。そして、もしこれが地球に衝突していたら、想像を絶する大惨事を引き起こした可能性が、木星にはこれからも地球を守っていただけると助かります。木星探査の歴史は、1970年代のパイオニア10号、11号のフライバイから始まったの。これらの探査機は、木星の大気や磁場、ガリレオ衛星に関する貴重なデータを地球に送ったんだよね。その後、ボイジャー1号、2号が木星に接近し、より詳細な画像やデータを収集。特に、ボイジャー1号は、木星の輪を発見するという大きな成果を上げたの。1989年には、ガリレオ探査機が木星の周回軌道に入って、長年にわたって木星とその衛星を観測し続けたんだよ。ガリレオ探査機は、木星の衛星用の火山活動を明らかにしたり、エウロパの地下に液体の海が存在する可能性を示唆するデータを取得したり、数多くの重要な発見をもたらしたの。2016年には、ジュノー探査機が木星に到着し、現在も観測を続けていて、木星の極域や内部構造に関する新たな発見を期待されているんだよね。今後の探査としては、NASA が計画している2024年打ち上げ予定のエウロパクリーパー
木星の衛星エウロパの表面下に生命が存在する可能性を探るミッション。ジュース。欧州宇宙機関 ESA が主導する木星氷衛星の探査計画で、日本やアメリカも参加する国際協力ミッション。2023年に打ち上げられ、数々のフライバイを経て、2031年木星圏へ到着予定で、木星の氷衛星、ガニメデ、カリスト、エウロパを詳しく探査するミッションになっているよ。どのミッションもワクワクするよね。木星の研究は、太陽系の起源や生命の誕生の謎を解き明かす鍵となるかもしれない。謎多き守護神に、思いを馳せながら夜空を見上げてみない？今回はこれでおしまい。最後まで聞いてくれてありがとね。高評価、チャンネル登録していただけると励みになります。また来てね。